んにちは。こんにちは。はじめまして。こんばんは。ゆかり私たちは日本一周バンライフを目指している20代夫婦です。今回日本一周バンライフに向けてこちらを購入しました。廃校機さんのコードレスレイオンコです。冷蔵庫ではありません。レイオンコです。今回購入したこちらの商品について今回5つの柱で説明していきたいと思います。本体の説明、使い方、使ってみた様子、使ってみた感想、あと最後になぜこの商品を購入したのかっていうことについてお話ししていきます。以前、廃校機さんからは 18DB25 リッタータイプが出ていたんですけども、今回僕たちが購入したのは UL18DC18 リッターを購入しました。今回この2022年に発売された新しい方のタイプを購入いたしました。こちらの料金については、僕たちは税抜き 59,000 円、税込み 64,900 円で購入しました。結構冷蔵庫の中ではかなり高いものにはなってくるとは思います。ポータブルの電源。ポータブルの電源が2個入るけれども1個ついてる状態のものを買いました。別売りで売ってるものもありますので、ここはちゃんと注意して購入した方がいいかなと思います。カラーについてですが、今回購入しましたのはサンドベージュの色になります。今回発売されたタイプは3色展開ありまして、アグレッシブグリーン、フォレストグリーン、サンドベージュです。今回こちらの商品の標準付属品に使われているものとしては、まず蓄電池 BSL36B18 モデルがついています。次に AC アダプター、車載用 DC コード、ショルダーベルト、仕切り板、バスケットついています。別売りでラバーマット、バッグ、電気ケトルも購入することができるようですが、僕たちは今回はこれのみを購入させていただきました。本体のサイズは 340mm×550mm×450mm です。重さは 14.2kg、蓄電池をつけた状態では 15.2kg になります。蓄電池が 1kg あるっていうことにはなりますね。そうやね、結構重たい。では使い方について説明していきます。 AC100V 電源でできますので、コンセントを挿していきます。じゃあ電源つけていきます。今聞こえたでしょうか。スタートした時にはこんげな音が鳴ります。これ今26度っていうのはこの冷蔵庫の中の温度、今26度ですね。でモードっていうボタンがあるので、モードを押していくとここが切り替わっていきます。でこれ点滅してる状態が今設定できる状態なんですけど、これが今1部屋で使う場合の温度設定。これ上の方 L なのレフト左側のボタンになるんですけど、左側の冷蔵庫を使う時にはこれで温度設定ができる。これ右側のみ、これは両方の温度を設定することができる。でこれはまた最初の一つの部屋の場合、つまり左側だけでもできるし右側だけでもできるし、両方とも使えるっていう風になってます。なるほど。それ以外にボタンが残り2つあるんですけど、これ出力もすることができて、USB タイプ A とタイプ C が充電とかあるので、ボタンを押すとこちらになんかこのようなマークが出ます。これだったら USB タイプ C でもタイプ A でもだから、パソコンもスマホか iPhone とかも充電することができるってことでね、これで。でもう一個の 12V っていうのはシガーソケット、これでも出力することができます。あんまりシガーソケットは俺たちは使わないかもしれないけどね。じゃあ先にこちら開けていきます。ここは何のところかっていうと、もうプラスチックで中もできてるんですけど、ここにバッテリーを挿すところになってます。もともとついているのがこちらの 36V、18V のこの変換できる、もうこれだけで重い 1kg あるって考えると、これをこちらにはめ込んで使っていきます。ここ見ちょってほしいけど、これスライド式ではめるとここに、バッテリーのマークがつきます。でこれバッテリーがこちらに2個あるとバッテリーのマークが2つつくから、どれぐらいで充電が溜まっていくかっていうのも分かります。なるほど。実際に冷蔵庫の中を見てみるとこのような形になってます。ライトもついてる。そうそう、こちらにライトがつくので、暗いところでも電源がついていれば中身を見ることができます。じゃあこれ全部外してみるね。はい、外した状態でこのような形です。これで18リットルの状態。でこれを入れると、でこれ1個だけ入れたら1つの部屋の温度としてはこれで仕切ることもできるっていう風にはなってる。でも同じ温度なんでしょ。これやったら1つの部屋の温度になるね。冷蔵庫とか収納する時とかに、こっちは飲み物、こっちは食べ物で
仕切って冷蔵庫っていうこともできるってことね。うん、そういうことです。なるほど。実際に2つの部屋で冷蔵庫と冷凍庫で使いたいとか、冷温庫と冷蔵庫で使いたいとかいう場合は、これで2つ仕切りを作ってからじゃないとしっかり温度設定保つことができないので、これを2つつけて使うっていうことになります。実際につけた時上から見たらこんな風になります。これで氷が中で溶けてしまってこぼれてたっていう経験ありませんか、皆さん。ないです。ないですよね。ないよね。こぼれることはないです。なかった。まあとにかくね、水がここで霜とかね、そうそう、溶けたやつとか溶けね、た後冷凍庫としても使うので、うんそうなった場合はハンドルを上げたところの下に排水キャップがついているので、こちらを開けてるわ。ちょっと水出てきた。ここから水を排水するような形になってます。僕たちの一番の目的は車載冷蔵庫として使うという目的で買ったので、そちらの使用法についてもお話しておきたいと思います。これはバッテリーがついているので、基本的には挿して使うのが一番理想だそうです。でもうバッテリーを挿した時点でさっきみたいに充電することができるので、電源につないでおけば充電されながらこちらを使うっていうこともできますし、これのみを充電することもこれはできます。で、車載冷蔵庫として使う時にはシガーソケットとかで車につないだ状態で走っていて、でエンジンを切りましたっていう風にすると、そこで普通冷蔵庫って消えるじゃないですか。だけどこのバッテリーがついてることによって自動的にシガーソケットから取っていた電源とは別にこのバッテリーから電源を使って冷蔵庫の中の温度はずっと維持された状態を保つことができる。で、もしまた車に戻ってきてエンジンをつけたら、もうあとは電源からの供給になって、これを充電しながら冷やしながら保つことができるという風に使うことができます。基本的に電源につないでおかなくてもこれが使えるっていうのがこれの強みになってくると思います。うん、まあ本当ね、車に乗ってたり車で生活してる人にとってはすごくいいかなって思うよね。このバッテリーでの充電あたりの連続運転時間についてもお話しすると、1部屋モードにした場合マイナス18度だったらこれ1個で4時間、これが2個になったら8時間、5度設定、冷蔵庫の設定だったら10時間1個で使えて、2個だったら20時間使うことができます。2部屋モードマイナス18度、冷凍庫と5度設定、冷蔵庫の設定にした場合、2部屋モードの場合はバッテリー1個だけだったら4時間15分、2個だったら8時間30分という倍の時間全て使うことができるようになってます。保温時の場合、ほとんど使わないと思いますけど、1部屋モードで60度設定にした場合は4時間30分1個で使えて、2個だったら9時間使うことができます。保冷と保温時の場合、例えば片方0度でもう片方は60度設定にしたとしよう。その場合は1個だったら3時間30分、2個だったら7時間バッテリーのみで使うことができるという風になってます。それでは実際にペットボトル類を入れていこうと思います。よくキャンプで使ってるこういう空にいつも水入れていくんですけど、これが2リッター。高さはバッチリ。2本目2本かな。こっちの仕切りに2つ入ります。お酒にプラスレモン。これのは余裕ですね。ペットボトルこんな感じだろうね。仕切ってたらのやつでもね、2リットル ×4 本ってなってたので、実際横には無理なので縦にしか入らないです。仕切り取ったらこんな感じだからね、もうちょっとスペースはできるから何かしら入ると思います。ここにまだなんか細い水筒とかも入るし、こういうのは入ります。500ミリのペットボトルだったら縦に置いて12本入ります。で、横に倒した状態だと20本入ることができるので、バーベキューみんなでしようでとかなってもいっぱい入るからいいね。じゃあ私たちの大好きなビールをいっぱい入れていこうと思います。私の大好きなホイ搾り、レモンサワー。あ、無理だ。ってことは一番下だけだったら10本入るってことね。この変な入れ方すればね。朝はここマックスじゃろうね。ほら、まあこういけばいけると思う。だから横にしたとしようか。閉まるね。5。横にすれば5。こう入るから10、20、30？ 30本いきますね。うわー。もうビールストッカーとかにできちゃうじゃん。そうやね。なんならワインセラーにもできるかもしれないけど、最初の入れ方でいけば18本ぐらいはストックしておくことができるってこと。こうすると切れないみたい。ぶつかっちゃうから、こういうカンカン類で片方飲み物片方食べ物とかにするんだったら123456788、なんならもっと入るけど、基本的にビールとかってその時だけ入れとけばいいだけやから。まあこんな感じでは入りますな。
十分です。はい、2人ですもん。ここにいろいろと用意したんですけど、こちらをですね冷やしたり温めたりしていこうかと思って、こちらがあったかいグミ、マックス60度、こちらを0度にして10冷えるグミ、こっちあったかいグミでやっていこうと思います。どれぐらいの時間で冷えるのか、あったかくなるのか、ちゃんと温まるのかがすごい興味があるんだけど、それをちょっと検証していきます。一応冷たいのにしよう。とりあえず先に入れますね。冷たいの水、ボイス、パスタ。右にあったかいものを入れたので、R を60度、L、左をレフトを間違えた、0度、今現在25度です。ではスタート。開始から12分で徒歩も1度まで下がりました。あと1度、あと1度。温度が変わってる間は結構音がするよね。こういう感じでね。する。これなりに音が気になる人は気になるかもしれない。全然大丈夫、これぐらいなら。でこれがずっと鳴ってるわけじゃないので。なんか止んだり音鳴ったりって感じだったね。開始から13分15秒で0度に到達しました。56分40秒にやっと60度になりました。ねえ、長かったよ。もう超長かった。ここでずっと待ってたんだよ、私は。動画の中ではね、ずっと待ってるよね、皆さん。なんでそんなこと言うの？さっきもね、お好み焼きを作ってました。なんていうことを言ってるの？全然ここには座っておりません。そんな髪が乱れてるなんて、そんなさ、もうちょっと言わないでよ、そんなこと。おお、あったかい風来る口。おお、ほんとだ。熱気が暖かい。全然違うね。すげえ。あったかい。冷やすみたいな。めっちゃすげえこれ。一応このままね放置してみますか。どれぐらい放置してみる？1時間ぐらいじゃあ放置してみようか。60分にセットしてここからタイマーを回したいと思います。はい、よいスタート。なった。袋つけて。つけたまま。じゃあ中身実際1時間経ってあれからどれぐらい変わったのかを検証してみたい。長かったね。ずっと待ってたんだよここで。ちょっと言ってただけなんだよ。さっきよりかはね、かなり十分に冷えてる。若干ちょっと曇る感じも見えるかな。曇ってる。飲んでみて。めっちゃ冷えてる。ちゃんと冷えてるね。もう完璧ですね。高い方いきますね。自動販売機から出てきてちょっと時間経ったぐらいだと思う。全然温まってるわ。自販機から出てきた時結構みたいになるじゃん、割と。それで一時持ってて手でこうはーってしてたぐらいの熱量って感じ。おお、すごいあったかくなってる。どうしよう、カンカン飲んでみようか。ちゃんとあったかい。すごい熱いとかじゃないよ。あったかいの。でも全然常温よりもあったかくなってる。60度だからね。検証結果は0度から60度の差、しっかり分けられていた。いや、分けられてました。じゃあ私はご飯食べてくるからね。それではまた。お好み焼き。はい。場所を移動しまして、ここは熊本県です。倉迫温泉桜オートキャンプ場でキャンプをしております。今車を止めてから約1時間半ぐらい経ったところです。残りのメモリがあと3個、バッテリー1個だけでもこれだけ今持ってます。左側をマイナス15度、右側を5度で設定してあります。もうずっと家出てからこの状態できてるような感じですかね。開けたらこっちが冷凍室、こっちが冷蔵室に今設定はしてるので、冷凍物のアイスとか保冷剤とか氷、今日ちょっとアイスコーヒー飲みたいねって話をしてたので、氷も実験として持ってきてみてます。全然溶けてない。あとはこれビールサーバーの保冷剤、溶けてる時はもう液体がドゥルンドゥルンなんだけど、全然余裕固まってます。
見てわかるようにね、ここに霜がついてる時点でしっかり冷凍されてる感はある。しっかりめの仕切りだもんね、こっちもなんかつられてすごい冷たいのかっていうわけでもないから、すごいしっかり。こっちにはキャンプの動画で食べてたと思うんですけど、朝日の方が入ってます。このカゴも付属でついてるので、ここにちょっとした調味料とかね入れたらいい感じかな。牧場搾り食べます。こちらに戻りまして使ってみた感想をお話しします。僕としてはまず色がすごくいいなっていうふうに思いました。残り2色もありますけど、その緑系の色とは違って、なんか柔らかい色でちょっとキャンプにもすごく最適な色で可愛らしいなというふうに思いました。自分たちのハイエースも白基調なので、それに実際に乗っけてみたけどすごく可愛い色だなというふうに思ったのが一つ目の良かった点かな。カウキとかはやっぱアウトドア系のキャンプギアとかでもよく見かける色だと思うけど、このサンドベージュは柔らかいところが私も好きだなと思ってます。そうだね。で2つ目に機能性がすごくいいなっていうふうに思いました。これ冷温庫って言ってる通り、1つの部屋だけじゃなくて2つに分けられるからこそ使える機能っていうのがすごくあって、今回キャンプにも持っていったんですけど、冷蔵庫と冷凍庫をしっかり分けて全く問題なく温度が分けられていたところがすごいなっていうふうに本当に思いました。で持ち運びもできるから、それこそバッテリーをつけていたら繋いでなくても使えたりとか、そういったところがすごくいいなというふうに思いました。で3つ目はすごくコンパクトっていうことですね。めちゃくちゃコンパクトだった。車に積むことが目的だったので、幅を取らなくていいっていうところですごくいいなというふうに思いました。私が考えるこちらのいいところは2点ありまして、1つは運ぶのが簡単っていうところです。見ての通りキャスターとハンドルがついてるので、女性の私でも、力はある方ですけれども少し力を衰えてきてるので持ち運びしやすい。もちろんいろいろ入れてるとそれだけ重たくなるんですけど、このキャスターがついてることでキャンプ場でももちろん部屋の中でもですけど運びやすいっていうところはとてもいいところだと思います。であと一つは音についてです。気になってる方も多いと思うんですけど、静かです。結論から言うと、もちろん運転している時はそれなりの音が鳴るので、家に置いてある家庭用冷蔵庫とは違ってその運転する時の音がちょっと大きかったりするのと、車に乗せていると、音が響いたりっていうのもあるんですけど、もう完全に冷え切った時にはすごい静か、ほぼ無音だった気がする。もう音鳴ってなかったね。定期的にちょっと運転する時の音は感じるけど、その眠れないとかそういうことは全然ないぐらいの音だったので、そこもとてもいいところかなと思いました。この商品を使ってみてちょっと気になった点についてもお話したいと思いますが、まず1つ目はありがとうございます。こちらの仕切りが結構太めなので、これぐらい太いです。太めなので、もともとこれ18リッター入る予定なんですけど、これをつけると16リッターに減ってしまうという点ですね。だからその分少し入らなくなってしまうっていうのは気になる点かなと思います。多分あれだけはっきりと温度を分けられるようにはなってるので、しっかり部屋を分けるための厚さだとは思うけど、これがもう少し薄かったらなっていうふうには思っちゃいます。次に気になる点としてはこれです。これすごく多分使う分にはすごく細々したのは便利かもしれないんだけど、これがちゃんとはまらないと閉まらないっていうところが問題。なんかできてるようで、ちょっとでも、これはできてるやないかできてるやないかい。もう一回やらせてください。ちょっとでもね、こうやってずれているとできないやないか閉まらないんですよ。結構キャンプに持っていた時に何気に 2,3 回はこれ起こって、なんで閉まらないのとか言ってたら、うまくピタってはまれば全然調味料とか入れるにはすごくいいサイズだと思います。ドレッシングとかね倒して入れてもいいし、お刺身とかについてるようなちっちゃい醤油とかをストックしておくとかにも便利なカゴなので、付属している分はいいけれども、ここにはめる時にちょっと引っかかりがあると、もしかして気づかないで引っかかっててちょっと開いた状態でずっと漏れてたりとかしちゃうと怖いところはあるかもしれないです。あと一つ私から言わせていただくと、やはり値段の方が張るということですね。今回とってもいいものを購入したんですけど、車に乗せるっていうこともあるので、安全性とか機能とかも踏まえて購入したものではあるので、もちろんそこは分かってたんですけど、これだけでさっき言った通り6万円ぐらい、蓄電池だけでも2万ぐらいするので、もしここに2つ入れるってなると合わせて9万弱はい9かね。万弱8万ちょっと超えるぐらいか
かってしまうので、ここはなかなか手を出せないところではあるかなと思います。もちろん機能性とかを考えると十分な値段だと思うので、そこはよくよく考えて買う必要があるかなと思いました。では最後に、なぜこの商品を購入したのかっていうことです。もともと車載用冷蔵庫は日本一周バンライフに向けて購入する予定ではありました。で、私が特に欲しいなと思っていて、やはり水とかだけでなく生ものだったりとか余ってしまったものと外食をしているわけではないと思うので、作って余ったものを一度保管しておく。夏場とかは特に不安なので保管しておくものが必要だと思っていました。3万円ぐらいで買えるものがネットとかにも出ていて、もちろんそのブランドものとかではない Amazon とかで出てくるようなものをずっと見ていて、私が欲しかったのは冷蔵庫と冷凍庫の機能がついてるもので、その2つあったら最強だなと思って、アイスも食べられるし、氷とかもストックしておけるじゃないですか。私たちはお酒飲むのも好きなので、氷とか使うし必要だなって思ってたんですけど、実際にこちらの商品の実物を見に行く機会があって、廃校機さんとは別に牧田さんって多分ご存知の方も多いと思うんですが、牧田さんの同じようなコードレスの冷蔵庫を見てみました。その上でデザイン性とか機能性とか、一番多分大きさかな、かなりいいなって思ったのが大きさとこの分かれてるっていうのがやっぱり決め手だったので、それを見て買いました。安全性とかを考えると、この国内で作られてて修理とかもきっと出しやすいと思うので、メンテナンスとかもねずっと使っていくものだと思うので、そういうことも考えて今回こちらを購入しました。はい、では今回は廃校機さんのコードレス冷温機 UL18DC というものについてこちらでレビューさせていただきました。冷温庫な。一番大事なところ、冷温庫をレビューさせていただきましたが、少しでも参考になったのであれば嬉しいです。注目している方もきっと多い商品だと思います。キャンプを私たちは常に発信しているので、そういったところ気になってると思うので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。こちらについてはもちろんキャンプでも使用していくつもりなんですけども、日本一周の際に一番のパートナーとしてハイエースに乗っけて車内冷蔵庫として使っていく予定です。60度の冷温庫のオンの方ではあまり使うことはないかもしれないですけど、そうだね。冬場はもしかしたらあるかもしれないね。俺は缶コーヒーをこれで温めて飲むっていうのはやってみたい。僕たち的にはすごく満足のいく商品が購入できたので、今後も大事に使っていきたいというふうに思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。してよ、何違うことやってんの？